皆様、いかがお過ごしでしょうか。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。今回は2023年を幸せに過ごすために必ず捨て活ができる8つのステップについてお話をしたいと思います。この動画を見ればステップに沿って無理なく不要品を手放して年末の大掃除を格段に楽にすることができますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。あっという間に11月、年末が近づいてきていますね。時間が経つのが本当に早いです。そして年末というと気になるのが大掃除。毎年今年こそちゃんと大掃除しなくちゃって思うけど、なんだか始める気にならなくて、年末になるにつれて忙しくなってきて、バタバタしているうちに時間が過ぎていって、結局ちゃんと大掃除できなかったというのを毎年繰り返している方多いのではないでしょうか。なぜ大掃除になかなか取り掛かれないかっていうと、余計なものが多すぎるからなんですね。物が溢れていると気分的にも億劫になるし、どかさないといけないもの、避けないといけないものが多すぎて、それだけで疲れちゃうんですよね。なので今のうちから捨て活をしていくというのがおすすめです。今の季節、捨て活をするのにとってもいい機会なんです。年末に大掃除するっていう名目があるので、家族にも邪魔されずに思い切り捨て活を進めることができるんですね。捨て活って普段の生活ではなかなかできないですよね。時間がなかったり、仕事や他のことで忙しかったり、ついつい見て見ぬふりをしちゃいますよね。私もミニマリストを心がけて、不要なものは買わないように、無駄なものにお金を使わないようにしていても、この1年のうちになぜかいろいろ買ってしまったもの結構あります。店員さんや友人に勧められるままに買ってしまったものとか、便利かもと思って買ったけど意外と使いにくくて放置してあるものなんかはやっぱりありますね。でも年末の大掃除をきっかけにして、捨てるのはもったいないかもという気持ちも捨て去って、バンバン捨て活していこうと思います。捨ててから大掃除という作業の期間を考えると、捨て活は12月に入ってからでは遅いんですね。2023年を幸せに過ごしていきたいのであれば、ぜひ11月から捨て活を始めましょう。大掃除の鉄則としては、まず捨てるからです。物が多いうちは大掃除したような気分にはなるけど、結局右のものを左に置いて上のものを下に移してで終わって、またすぐに散らかります。では捨て活をどこから始めるか。それは自分が一番パッションを感じるところから始めることが大切です。人によっていろいろ違うと思いますが、例えばキッチンのごちゃごちゃが我慢できない、料理をするたびに嫌になる、どうにかしたいといつも思っている方はキッチンから。自分の机周りがぐちゃぐちゃで効率も悪いし、仕事をする気にもならなくてどうしたらいいかと思っている方は机周りから。リビングにいつも物が置いてあって歩くのも大変なくらい、いい加減にすっきりしたリビングにして物を避けないでまっすぐ歩きたいと思っている方はリビングから。もう家中全部の場所がごちゃごちゃでどこから始めたらいいのか全然わからないという方は、引き出しとか棚の一角とか小さく始められるところからやってみましょう。コツはまずゴミ袋を用意します。ゴミ袋を持ったまま部屋を歩き回りましょう。そして
直感的にこれはもういらないと思ったものをどんどんゴミ袋に入れていきましょう。手放す基準は1、明らかなゴミ、2、ずっと使っていないもの、3、使用期限が切れたもの、4、用途のわからないもの、5、複数持っているもの、6、壊れているもの、7、好きじゃないもの、8、汚れているもの。これが鉄則です。じっくり考えたり迷わないでさっと捨てましょう。順番に説明していくと、1、明らかなゴミ。明らかなゴミは即座に捨てましょう。ペットボトル、空き瓶、パッケージの空き袋、段ボール、紙くずはすぐにゴミ袋に入れましょう。そしてすぐにゴミ出しして家の外に出しましょう。そして2、ずっと使っていないもの。ずっと家にあるけど今まで使ったことがないものは捨てましょう。またこの1年使っていなかったものはこれからも使えません。捨てましょう。いつか使うかもと思うかもしれませんが、おそらくまた来年も使えません。それが本当に必要になった時に新しいものを買うこともできます。3、使用期限が切れたもの。使用期限が切れたものは食べ物にしても薬にしても道具にしても危険です。捨てましょう。化粧品やボディケア製品も見た感じ大丈夫そうだし、いつかそのうち使うかもと思ってしまいますが、酸化して品質が劣化したものを肌につけたくはないですよね。捨てましょう。4、用途のわからないもの。何かのネジとか部品、何かの蓋、何に使うかわからないもの。何かのケーブルなんだけど、何につなぐかわからないし、家にずっとあるけど誰も使っていないもの。こういったものは取っておいても結局何のためのものだかわからないので場所の無駄です。捨てましょう。5、複数持っているもの。同じものを複数持っているって結構ありますよね。いつか使うかもとなかなか捨てがたいんですが、新年になるし新しいものを使おうと思うようにして、古いものとか劣化したものは手放しましょう。物がぎっしり入っている場所には必ず重複したものがたくさん入っています。文具とかキッチン用品とか洗面台周りとかですね。ペンがぎっしり詰まったペン立てとかがいい例です。インクが乾いて使えなくなったペンも絶対あるし、実はペン立てには使えるペンが1本入っていればいいんですよね。すべてのぎっしり系に対しては1個だけ残して、あとは全部手放すぐらいの意気込みで取り掛かると効率的に捨て活ができます。6、壊れているもの。壊れているけど直したら使えるかもとずっと取ってあるもの。お持ちの方もいるのではないでしょうか。でも今まで修理しない状態でずっと取ってあるものはこれからもきっと修理には出しません。手放しましょう。7、好きじゃないもの。いただいたけど気に入っていないお土産の品とか、魔が差して買っちゃったけど実は気に入っていない服とか靴、カバン、アクセサリー、自分の趣味に合わない飾り物とか、香りが好みじゃない香水やボディケア用品、好きじゃないけど一応取ってあるもの、これ全部手放してください。これからもずっと使わないし、それを見るだけで無駄に買っちゃったなとか、場所を取って邪魔だなとか、気分が落ち込む原因になります。手放しましょう。8、汚れているもの。例えば、シミのついた布巾やタオル。
シミ抜きしたら綺麗になるかもと取ってあったり、シミがついたまま使ってしまっている方もいるかもしれませんが、新しいタオルや布巾を使った方が気分がいいです。服もシミがついてしまったらなかなか完璧には取れません。そのままずっと持っていてもおそらく着ないと思います。今すぐクリーニング店に持って行ってシミ抜きをしない限り、もう手放した方がいいでしょう。そしてプラスチックが劣化して変色してしまったり、ベタついているタッパーとかキッチングッズ、これも手放しましょう。この基準に沿って捨て活を進めて、一つの場所で何かを捨て始めることができたら、もう勢いはつき始めています。次の場所に取り掛かっても捨てるのが楽しいと思えるぐらいになっていると思います。捨てたくてしょうがなくなります。なんでこんなものを5章大事に今まで持っていたんだろうって自分でも不思議に思うこともあります。まずは捨てることは気持ちいいっていうのを体感しましょう。こうして不要なものを捨てて物が少なくなってから初めて大掃除に取り掛かれるんですね。いろいろご意見いただく中で一番難しいのは同居している人の荷物ですね。旦那さんであったりお子さんとか義父母とか一緒に住んでいる人のものですね。同居している人の不要品がなかなか片付けられない、リビングにいつも出しっぱなしにしてあるとか、使っていなさそうなのに本人は使ってると言って手放してくれない、そういうお悩みを持っている方も多いと思います。でもこちらも年末の大掃除こそがチャンスです。普段何もない普通の時に片付けると目立つし、捨てるの？使ってるのにとチェックされたりしてなかなか難しいですが、大掃除をするためだから、大掃除の途中だからという名目があれば片付けもしやすいです。大掃除するから掃除しやすくするためにとりあえず何も置かない状態にしたいという理由があれば、それじゃあ仕方ないと思ってもらいやすい時期です。ただし自分のもの以外は捨ててはいけないという捨て活のルールがあります。人のものは捨ててはいけないんですね。これは守らなければなりません。でもこれにはいい解決方法があります。使っていないのに机とか床にいつも出しっぱなしにしてあるものは、箱やバスケットにまとめて入れておいて、〇〇さんのものとラベルに書いて貼っておいて、別の場所にしまうんです。まとめてしまうんです。大抵の場合は置きっぱなし、出しっぱなしになっていて邪魔になっているものっていうのは、普段は使っていないアイテムであることが多いので、見えないところに置いてしまえば本人もその存在を忘れます。でも万が一不意にあれどこ行ったっけと聞かれても、箱に入れて別の場所にしまっておけば、専用の箱に入ってますよとすぐに出してあげることができるので、トラブルになることもありません。他の人のもので不要で邪魔になっているものは一つにまとめて見えないところにしまってしまう。これが一番ストレスがかかりません。こうすることによってとりあえずは目の前から不要物を隠すことができるので、ストレスはかなり減るかと思います。他の人の不要品があるから家が片付かない、掃除がしにくいとお悩みの方はぜひやってみていただけたらと思います。とりあえず11月は捨て活に専念して、家の中のものが少なくなることの楽しさ、気持ちよさを実感してください。机の上や床の上に直置きしてあるものがたくさんある方、引き出しや棚がいつもぎっしりの方、その状態から抜け出してスッキリを一旦体験してみましょう。とはいえ、家は
いつも生活している場なので、散らかってしまうのは仕方ないし、マンションのモデルルームのように完璧におしゃれにする必要もありません。ミニマリズムの考え方は人によって本当に違うし、これが正解というのもないと思っています。自分が快適に効率的に幸せに暮らすことができる環境が一番大事だと思っています。極端に物を減らすことがいいこととは思いませんし、物を減らすことが目的になって生活が不便になるほど捨ててしまうのは本末転倒だと思います。でも物がたくさんありすぎると何が困るかというと、どこに何があるかわからなくて、どこかにあるんだけどどこにあるかわからないというのが一番困った状態ですね。つまりいつも探し物ばかりしている状態ですね。そして家がいつも散らかっている、なんか幸せじゃない、汚れている、掃除する気になれない、そんな状態から抜け出して2023年を幸せに過ごすためにも、まずはこの捨て活頑張ってみていただけたらと思います。さて、2023年を幸せに過ごすための捨て活、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨て活で難しさを感じている点をぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。